だから多分画面から見たらただの遅いパンチなんですけど、体感速度としては急に来るみたいなね、避けれる気がしない。フルコンでもこの状況で、受けるのと、この状況で受けるの全然難易度が違うんですよ。いきます。中間距離、このぐらいの距離でやるとしたら、これで重心を移動させると。近い距離だったらその距離によってこう重心の揃え方を変えてますね。てか今怒りが少ないですよね。そうですね、特にこれに関しては。今なんかびっくりしました。さっき言ってたじゃないですか、そのフレームで人ってちょっとしたこれで来るってレベルが上がれば上がるほど、そして速度が速くなれば速くなるほど、ちょっとしたこのフレームの動きで見極めるので、それをなるべくしないです。ここからあれですよね、こう基本的に、全体が動き出すと、自分に近づく全体大きなものって怖いんですけど、これってあんまり怖くないんですよね、最初。でこの後こっちが来るから、最後ですね、こっち。そうなんかここまではそんなに怖くないのに、急にこの後っていう怖さが急に増すんで、怖いですね。まさにそんな感じで。それとあとはその打とうっていう気持ちもなるべく減らしたくて、例えばご飯粒を顔に取りに行くとか、ゴムによって引っ張られるのもいいんですけど、打つぞってこっちからね意識を出しちゃうとどうしてもこう切れちゃうし伝わっちゃうんですけど、これをおっとっとっと当たってから気づく。今のすごいですね。結構思ってることってなんか変な話で思ってることって結構伝わるじゃないですか。よく上級者同士の組手とかだと、今日あれ試そうかなとか、今日はあの上官試そうかなって思ってる人とかって、構えて初めて行った瞬間にこうやってやった瞬間に、あれ今日こいつ何か狙ってるなとかやっぱ分かるじゃないですか。すごい分かりますね。やっぱそういうのの違いですね。これご飯粒取るとかは初めて聞きましたけど、そこにはなんかもはや愛すらあるじゃないですか。子供のご飯粒を取ってそれに対して危機感はあんまり分からないですよね。そのぐらいの脳が反応してくれない。ここまで来るまで怖くないんですよね。逆に怖いというか、なんかいきなりここで怖い。そうだから多分画面から見たらただの遅いパンチなんですけど、体感速度としては急に来るみたいなね。そこですよね。その要は、速度を上げるっていうのはどうしても年齢的に限界が来るんですけど、体感速度を上げる、怒りを消していくっていう意味では、どこまでも上げれるというか、引き算ですね。グッとのなくしてその意識をなくしていくっていうことをやっていくと、どんどんね威力も上がるしバレなくなっていくっていう。面白いな。これ本当ご飯粒取るだとこの辺まで何とも思わないですよね。人ってねセンサーがあるから。でもここからそっちの状態が動き出した瞬間にうわっってなる。特に最近の稽古で僕システマっていうものも学んでいた、北川先生とかもそうですよね。システマなんかものすごいそのリラックスっていうものを大切にするんですよね。なのでどんどんそういう意味で僕のこれはレベルアップしてて、リラックスが進めば進むほど、体もその姿勢動きリラックス意識で人はつながるので、リラックスによってより体がつながり、そして怒りがなくなりで、この相手に情報を与えなくなっていくんだね。心と体って一つなんで、体がリラックスしたら心もリラックス、逆もそうですし、なのでこの行くぞっていうのがどんどんなくなった状態のそういうとこ来るから、これはやばいな。これはやばいな。避けれる気がしない。リラックスすればするほど強くなる。ありがとうございます。意識ですね、やっぱりその辺とかは。姿勢動きリラックス意識の今のは意識、引っ張られるとかご飯粒って意識するだけでつながるし、相手とのつながりというかね。やばいな。これちょっと頑張って取り入れて。そうですね。だからこういうテーマもいいかもしれないですね。これ
山良道の石森先生の方がいて、見てますよ動画の諭吉っていう稽古法があって知らないですすごくやってること一緒だなと思ったんで僕らも取り入れてるんですけど、ここに一万円札があって、それを取りに行くんですよ。そうで今のはやっぱここからこう力が出るから僕の腕と喧嘩になっちゃってここで勝負しちゃうんですね。ここをせずにこっちだけですね。こっちだけはここに行くと、こっちだけはここに行くと、面白い。普通多分こうやって取らないじゃないですか。こう取るじゃないですか。その感覚のままいけたらいけるんですよ。お尻の尻。人って力むんで僕が持ってるってことでここは緊張してるのでそれをここからスーッと難しいんですよね。この諭吉を取りに行く本当にこれ臨場感です諭吉をこれですね掴まれてるっていう感覚が、そうなんですよ。人ってもこう持ってもらっていいですか。この両手で、これ普通にパワーでやると2対1なんでね、うわっ無理なんですよね。ここからこう圧が増えて、人は圧が増えると反射するんですよね。なのでこれをしないと、ここをせずにこっちだけですね。こっちだけはここに行くと面白い。2つ末端から動くことで僕の重さが来るから耐えられないということと、それが情報がなくいきなり始まる感じですね。これがちょっとでもこっちを足しちゃうと、これになるともう力みが始まるんで、これをせずにこっち側がこう動いていくといきなりおーってもうここまで行っちゃったら止めれないです。止めれないですよね動き出した重さがやばちょっとですね。でこの間パンチでこうガイドするのが誰か手伝ってもらえないですか。いいですか、お願いします。これもガイドするといいんですよ。そうですか。じゃあちょっと高血先生を押さえてもらっていいですか、ガチで。で高血先生が下ろすのをちょっと耐えてください、ガチで。耐えます。こうですよね、ぶつかりますよね。でこれをここを、僕が高月先生はもうリラックスしておいてください。何もしなくていいです。何もせずにこっちがこう動くと耐えれないですよね。この感じです。これがスーッといく。そうもう一回いきますね。スーッといく。抵抗が入った瞬間にあるんですね。そう人って力むようになってるんで、こうやめてここにだけがいっていく。いい感じですね。僕イメージなんか引っ張られてるイメージやすいですね。なんか自分で取りに行こうとすると抵抗さんなっちゃうんですけど、なんか今菊野さんがここから引っ張ってるっていうふうにしたらできましたね。イメージで人ってつながるんで、そういうのを取り入れて。ありがとうございます。ありがとうございました。こういう稽古をすると単純にこうやってこれもできるようになるし、例えばですけどちょっと力で耐えてもらっていいですか。これを耐えられちゃうんですけど、今の状態でこうやるとこれ最初やっぱこうグッて力が入った瞬間にここで耐えるっていうことをやるんですけど、それを圧力を与えずに情報を与えずにいきなり重さが入ってくるから耐えれない。打撃にも使えるし取り手にも使えるしっていうことができます。面白いですね。やっぱあれですね、意識してないからこっちが感じられないというか、情報を与えない。そうですね。基本的に人間って感じた瞬間にそれに反応を起こすんで。そう。なるほど。スピードとパワーで勝負するのではなくて、いかに自分の重さを伝えるかってことと情報を与えないかってことをやっていくのが武術のすごいところで、だから誰でも何歳からでも強くなれるっていうところが基本的に人間って視覚情報が8割だって言われてますけど、触った瞬間にめちゃくちゃ一番敏感じゃないですか。もう触った瞬間にもう極端じゃ空手でもそうなんですけど、
フルコンでも、はいはいこの状況で、受けるのと、はいはいこの状況で受けるのって全然こう、はいちょっと触れてるかこうって全然難易度が違うんですよ、はいだからこの距離になったらちょっとでも触れとけば、はいすごい受け楽なんですけど、はいはいはいちょっとそういうの僕もこっそり使ってはいるんですけど、そうなんですよね、こう離れると触るのは全然違うんで、人は視覚情報よりも触覚情報を優先するので、そうですねなんでわざとそれを使う、例えばちょっと構えてもらっていいですか。僕ら柔らかい掛けっていうので稽古したりするんですけど、例えばここ触れるとして触れて、これがこう圧が増えると僕が接近してくるって認識するじゃないですか、だけどこれを触れといてここを変えずにこうバグるんですよね。ああそうですね、確かに近づいてきてないと感じる、これがここの情報は変わらないから。でも視覚は近づいてきてるからこっちを優先しちゃうから、僕を近づいてきてないと認識してしまって、そのバグったところにへえ圧力を変えない。ああ面白い、そうかそうか、そういう使い方があるんですね、バグらせる。ああ面白い、これちょっとやばいな、これ面白いな、ああでもフルコンってやっぱ接近性あるんで触れるって結構積極的に使うんですけど、なるほどですね、情報を与えずあえて触れた時に圧を変えないことでバグらせる、もらいましたこれはちょっといろんな方向に広がるな、ありがとうございます。これちょっと僕が今から研究しなきゃいけないですけども、なんならコメント欄とかにも欲しいですね、こんな研究したらこんな結果出ましたみたいなめっちゃ聞きたいですねありがとうございます。ありがとうございます。この状態でこれが固定になるんですね。はい、力をする。そうですね。力が。ここがエイヤーって前に来ると、たわむんですよ。今日も最後まで YouTube を見ていただきありがとうございます。この後は概要欄にあるキックの先生の誰強道場チャンネルをクリックしてぜひ今回のコラボ動画を見ていただきたいのですが、先生のチャンネルはちょっとマニアックな、武術家コラボが多く、キックの先生が達人たちを困らせるぐらい、深いところまでガンガン質問している動画がたくさんありますので、なかなか見られない達人たちの困ったリアクションも含めてぜひそちらも見てみてください。日頃僕のチャンネルは誰でもすぐに再現可能な技術解説など見れば 100% 強くなる動画を毎週金曜投稿していますので、最新の理論や技術を見逃したくない方はいいねボタンとチャンネル登録して極真からですが高潔な YouTube 道場で一緒に強くなりましょう。おっす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 